すいません。こんばんは。野原さん、こんばんは。マイク入ってなかったんですね。すいません。一人で喋っちゃった。ちょっと、バカみたいだ。もう一回喋っちゃうと何喋ったんだか忘れちゃったな。今日は、改めまして、こんばんは。今日は、天気は曇ってますね。さっきは雨降ってたんですけどね、今は雨は止んで、ちょっとジメジメっとしてるかな。今ジメジメってした感じになってます。今日はね、ビーチ取ってきたやつをね流そうかなと思ってるんですけど、みんなの期待通りになるかどうかはわからない映像ですけどね。待ってね、これマイク出てるかな。携帯で確認。一応出てますね。よかった。一応出てる。今日はね、ビーチの映像をねしたいと思うんですけど、どこ行ったいや、私何で登録したんだっけ。それを忘れちゃったら困っちゃうね、これね。これだ。それで登録したんだ。ちょっと待ってね。ちょっと物が置くとこが今日なくて、なんでこんなに物が置くとこないんだろう今日は。困っちゃったな。ちょっとね、雨の後でね、本当にジメジメしますね。暑くはないんだけど、寒くもないんだけど、ジメジメするから、エアコンかけると、エアコン代もかかるし、寒くなっちゃうかなと思うから、エアコンも今かけてないんですけどね。映像こっちですね。よいしょ。これはね、ミドルロードにできた新しい、なんだろう、これ何の建物なの。すごい綺麗な立派な建物で、ここはサイパン来たことある人なら知ってると思うけど、ミドルロードからビーチロードに抜ける道があるんですけど、あんなすごい綺麗な建物が建ったから、きっとここの道も綺麗になってるんだろうと思って入ってきたら、まだ砂利道で、でも昔みたいな凸凹だったんですけど、この凸凹はなくなっていて、綺麗に平らにされてて、それはまだ良かったかなと思うんですけど、でももっとあんな綺麗な建物ができて、あんな綺麗に、あそこはすごい舗装されてたんで、アスファルトで。だからこの道はね、本当に綺麗になってると思ってたんですけど、まだ砂利道なのかと思って、ちょっとがっかりしちゃったんですよね。で、これビーチロードに出て、曲がって、これ今日3日前ぐらいの映像かな。3日か4日前ぐらいの映像なんですけど、ここね、両脇にもうすぐ、なんだっけこの花、火炎樹のフレームツリーか。フレームツリーフェスティバルがもう少し経つと始まるのかな。4月5月ぐらいだったかな。ここ両脇がオレンジ色で綺麗なお花が咲くんですよね。サイパン来たことない人はわからないと思うんだけど、これちょっとね、
これ行ってる時に中国人のお友達に会ったんですよ。その時に YouTube やってるのを見たんだけど、中国語に変換するようにしてくれって言われて、なんか日本語字幕をまず押してから、押してから今度中国字幕っていうのを入れるんですよ。でそれで見たら日本語字幕っていうのも YouTube が勝手に日本語字幕にするんですけど、自動で。やばかったですね。あ、ちょっと待ってください。これがなんだっけ、フィッシングベース寄りましたね。自分の喋ってる日本語が日本語字幕で YouTube で勝手に自動でやってもらってるんですよ。今字幕が出てたりする人は見ててくれてるかもしれないんですけど、この字幕がやばい。あれが中国語とかに変換されちゃったら、日本語でも読み取れてないのに、なんか自動翻訳されちゃったら何言ってるんだろうっていうような動画になっちゃってんじゃないかと思って、ちょっと不安なんですよね。勝手に韓国語と中国語とかになるような設定を教えてもらってそれにしたんですけど、ちょっとね日本語の字幕を自分で見てもちょっと違う、この翻訳じゃない、普通に日本語が書かれてる日本語が私の言ってることとちょっと違うみたいな。それを入れ直し方は教えてもらえなかったので入れ直してないんですけど、これフィッシングベースで車とかなんかボートの台が結構3つぐらい止まってたんで、3隻ぐらいはボートが出てんのかなと思ったんですけど、これグランビリオホテルですね。でさっきのところのフィッシングベース誰もいないんですけど、一人お魚釣ってたおじさんがいて、アジの小さいのみたいのをなんか山ほど釣ってましたね。こんなのが釣れるんだと思って、海の中で見るとキラキラ光って綺麗なタイプの、銀色に光って綺麗なタイプのお魚でしたね。これグランビリオホテル、バーンと入っていくとリゾートですね。ちょっと誰もいないのが平日なんでね。水曜日でもこの時は飛行機が飛んできてるはずだと思うんだ。週3回ぐらい飛んできてると思うんで、でもね、夜この時間には着かないのか、飛行機が着くのが夜なのかもしれない。昼過ぎだっけ、夕方ぐらいに着くのかな。そうだよね。もうちょっとね誰もいないで、今の時期来ると一人で自分たちだけのプールになれますね。貸し切り状態になれるから、どこのとこ行っても。日本人だけじゃなくて中国人も韓国人も全く人がいない状態。もうハンモックとかあるんですけど、ハンモックとかもブランコも貸し切りで遊べますね。でジェットスキーをこの辺の前でやってるって言われたから見に行ったんですよね。前やってたなと思って。ジェットスキーは4艇止まってるんですけど、車もあるんだけど人がいないんですよ。誰もどこにも人がいなくて、聞くに聞けなくて、誰かいればね、これやってますかとかちょっと聞きたかったんだけど、
本当に見渡す限り船も出てないし、人いるかなと思って見に行ったんですけど、全く小さい船もいないから、もう係留されてるちょっと船がもうちょっと左に移ると、ほらこう係留されてる船は2ついるんですけど、ちょっと動いてない感じですよね。お仕事してない、今日はしてないなって感じで、これちょうど3時ぐらいかな、3時ぐらいだったんですけど、もうずっと誰も海見渡す限りいないです。グランビリオは比較的お客さん多い方だと思うんですよ。韓国人にしても日本人にしても結構やっぱ一番人気あるんじゃないかなって、立地条件からしても値段的にも。確かね、今本館はやってなくて田賀タワーの方だけを使ってるっていうような話を聞いたんですけど、もう嘘だったらごめんなさい、間違いだったらごめんなさい。ちょっと待ってくださいね。ちょっと水飲みました。確かね、田賀タワーだけを使ってるっていう話を聞いたんですけど、これはちょっと直接聞けばよかったな、行ったんだからね。行ったのに聞かなかった、聞くのを忘れてしまったんですけど、田賀タワーだけを使ってて、しかもなおかつ、サイパンのこういう海辺にある結構豪華な方のホテルでは一番お安い方だと思うんで、お手頃価格で泊まれるとこだと思うんで、デューティーフリーの目の前だし、デューティーフリーも4月にはなくなっちゃうんですけど、でも隣に上店っていうスーパーマーケットがありますね。上店があるんで、ここまで歩いて30秒とかなんで便利な場所ではあるんですよ。これね、ロビーから出てすぐ目の前が突き当たりにあるのがデューティーフリーなんで、めちゃくちゃ近い。でね、そうだ、病院行ったんですよ。これ病院、サイパンで一番大きな病院なんですけど、ここに行ってちょっとこれがびっくりしちゃった。これ映像間に合わないと思うんだけど、今日ね新聞に載ってたのがちょっと映像間に合わないね。病院の話は今度にしようかな。ちょっとね、それより違うことを今日話したいことがあるんだけど、これ何の映像だろう。あれグランビリオホテルの映像じゃないのこれ。あれれあれれあれあれそうだ、これ病院の帰りに虹が出てたから撮ったんだ。虹が出てて綺麗だなと思ってちょっと撮ったんですけど、病院はまだ映像あるかな。大丈夫？雨降ってきて、これは終了かな。この後にどこにそうで、病院の話できるな。病院が今日の新聞かな、マリアナスバラエティに載ってたのが、知らなかったことが、私はフェデラルでやってるんだと思ってたら、病院ってサイパンが責任を持ってやってるっていうの、コモンウェルスだから、サイパンの中での権利が大きい
らしくて、まあ援助はアメリカからもらってるんだけど、サイパンの知事がいろいろ決めるらしいんだよね。ちょっとそこがびっくりしちゃったんだよね。私ずーっと予約を取ってもらえなくて、半年以上取ってもらえなかったのはやっぱり政府に問題があったんだと思って、これ何かしらの意図があったんじゃないかとか思えてくるよね。もう他の人に今日話をかけて、どのくらいのスパンで病院に来てるんですかって聞いたら、1ヶ月に1回か3ヶ月に1回って、あれはあるんだけど、人によってなんだけど、1ヶ月に1回か3ヶ月に1回必ず予約を取ってもらって来てるっていうから、私だけなんだよね、こんなに6ヶ月とかも取ってもらえてなかったの。もう薬は出ないこともあったし、ずっと年末なんか薬を出してもらえなくて、でこの間はこの間でいきなり薬をもらおうと思ったらドラッグテストでしょ。ドラッグテストをしなきゃ薬あげないなんて言われて、もうどんな意図があるんだろうと思って、もうあの事件のことを、12年前の事件のことを掘り起こしているから、もう政府が殺そうと思ってんじゃないのぐらいのこと考えちゃいますよね。病院の予約も取れないなんて、ちょっと何をしてくれてんのかなって本当に思った。周りの人はみんな3ヶ月に1回来てますよとか、勝手に予約を1ヶ月に1回取ってもらえてるとか。でも今回はちょっとすごい良かったのは、多分新しいお医者さんだったから、まだ感化されてないからだと思うんだけど、心配してちょっと薬をちゃんと、この薬をちゃんと1日3回3つは飲みなさいとか連絡をくれたんですよ。今回初めてのお医者さんが、ドクターが変わってね。でまだだからその病院に感化されてないからそうやって言ってくれたのか、感化されたとしたらその人もそのドクターも連絡来なくなるっていうか、そういうことはしなくなるんじゃないかなとか、いろいろね考えちゃいますよね。だけどまた元に戻るけど、本当に海に人が本当にいないんですよ、一っ子一人。どうなっちゃってんだろうっていうぐらい、観光客はどこにいるんだろうっていうぐらいいなくて、ちょっとびっくりですよね。それと今日の新聞にマリアナスバラエティにちょっと驚いちゃうことが書いてあって、カジノちょっと売るのもうオークションで決まったことなのに、オークションで売るってことが決まって、なんだっけ、なんとかキングっていう会社に売られることが決まってたんですよ。もう落札したんだけど、政府ともともと訴えてたもともとのカジノ、IPI の時のカジノのところを訴えてた従業員の人が、そんなのダメだよって、なんとかなんだっけ、あれど忘れしちゃった。なんとか、やばい、こういうのばっかだ、ど忘ればっかしてる。なんとか何カジノって言った私。新しく買ったとこはちょっと待って調べよう携帯で。もともとのとこがIPI で、そうチームキングスっていうところが落札したんだけど、それが落札したって言って私もライブ放送したのが2月の26日で、今日政府と仕事してた人、
その IPI 元のカジノで仕事してた人が「おいちょっと待って待って、そこに売っちゃダメだよ」って言って異議を唱えて、政府もダメ、売らないでって言い始めたらしいんですけど、でも裁判所がこういうオークションをやってやんなさいって売って債権者に払ってちょうだいって言って債権者委員会っていうのもあって、そこの人たちもそれに合意していたのに、いきなり今日になって政府と政府がダメダメって言い始めたのね。でなんでかなっていうのが、IPI っていうのと今回落札したその会社っていうのがなんだっけ、また忘れたよ。このなんとかキングっていう会社がズブズブの関係なんだって。ズブズブの関係だから、もうそんなとこ売っちゃダメって、また同じことが起きるから売っちゃダメっていう意味らしいんだけど、なんでそういう風にいきなりなのって思ったら、 IPI っていう元の会社が、親会社がこのなんとかチームキングっていう会社を親会社が作ってたんだって。だから結局は元が資本が一緒の会社がその IPI のカジノを落札したからダメって言い始めたの。それでまた一つ面白いのが、なんかね、元ねゴールドマン・サックスの幹部の人が、このオークションに入りたがってたんだって。そんでそのオークションで僕ももっといい金額でもっと高値で落札したかったんだよって言って、だからこんなオークションは無効だって言ってるらしいんだけど、この人はどっから出てきたのかはちょっと書いてないので分かんないんだけど、どっから出てきて誰が探してきたのかなと思うんだけど、もう一つのその会社っていうか、個人名が書いてあるんだけど、個人の人が本当は僕がもっといい金額で、僕もオークションに参加できればいい金額で落としたかったのにって言ってるっていうことなのね。だからやっぱりね、ついこの間も言ったけど今度は本当なのと思ったけど、本当じゃないかもね。今度は本当にこう再建っていうか、カジノが再建されてサイパンが活性化していくのが、なんかちょっと光が見えたなと思ったのに、もうちょっと2週間も経ったか経たないかのうちにこういう状態の話になっちゃって、またダメなんだろうなって、無理なんだろうなって感じだよね。それも裁判所が言ったことなのに、裁判所が指示したことで債権者委員会が動いてカジノを落札したんだから、この新しい会社が落札したんだからいいんじゃないのと思ったんだけど、日本人の名前が入ってたから結構信用性あると思ってたんだけど、そうでもなかったんだね。ちょっとその辺ががっかりっていうか、どうなるか本当わかんないけど、政府の言う通りダメですよって言ったら、また元の木阿弥、あのまんまの状態でまたこの元ゴールドマン・サックスの人が競り落としにもう一回オークションがやられれば、こんばんは。これちょっとどうなってんのこれ。まずい。
出た。こんばんは、深夜さん。今日はカジノの話にまた進展があったんで、進展じゃないね。進展でもなくて、好転ちょっとそういうとこがあったんで、ちょっとびっくりっていうか、なんか、ズブズブっていうの、ズブズブじゃないけど、絡みがあるんじゃないかなぐらいの予想はつくよね。それはなんで初めから誰も調べなかったのかなって。もう競り落とされちゃってからお金が払えないんじゃないかとか書いてあったけど、まあそれは思ってることであって、政府が思ってることであって、証拠というものではないから。でも親会社が IPI の親会社がやってるっていうのはなんか証拠が出たっていう書いてあったから、マリアナスバラエティにぜひマリアナスバラエティを詳しく読んでもらって、まあ、詳しくってこれしか書いてないんだけど、そういうことが書いてありましたね。またなんか一歩光が見えたと思ったのに、カジノがね出来上がれば、カジノが出来上がればね、活性化していくんじゃないかなって。この通りね、ビーチ見ても誰もいないわけだし、これね、韓国人でも中国人の人でも、前はね結構いたんだけどね、日本人がいない時期でも。そんで中国人の人をっていうか、まあ、今経済がガタガタになっちゃってて、何の蓄えもない状態にサイパンがなっちゃってるっていう状態でしょ。まあ私は人のことを言えたきりじゃないんだけど、自分もガタガタになってるからあれなんだけど、サイパンの経済がこうなっちゃってて、まあ今までの昔の知事とかが賄賂だの汚職っていうのが一番大きいとは思うんだけど、90年代後半ぐらいに、まだ90年代、深夜さんなんか知ってると思うんだけど、縫製工場があったじゃない。縫製工場があったんですよ、サイパンに。カラバンクラインとか、なんだっけあれ、ビューティーフリーで売ってる馬車のマークの、馬車じゃない、馬のマークの、馬にこうなんだっけ、ポロ、ラルフローレンとかはみんなサイパンで作ってて、あれ大体サイパンの工場で作られてて、でまあ潤ってたんですよね、あの時に。何千人っていう、もっとかな、何万なのかな、そういう人たちが中国から働きに来てたから、サイパンかなり潤ってたんですよね。それなのにじゃないや、それがあったからこそ、その時の当時の知事は、うちは観光業だけじゃないから、縫製工場もあるし経済は潤ってるからって言って、アメリカの援助を止めちゃったんですよね。だからそこに結構大きな問題があって、それが結構ね、プエルトリコとかグアムとか、そういうもっとサイパンより全然発展してるところだけど、まあ位置的に言ったら、グアムはちょっと違うけど、でも立場としては同じで、コモンウェルス、サイパンはコモンウェルスなんですけど、自治区みたいなとこ、そんなような感じでいるとこが、プエルトリコとかグアムとかサモアもそうなんですよね今ね。でそこと同じように資金みんなで
分割しなさい、これはいっていう状態で100のものを4つで分けなきゃとか5つで分けなきゃいけないっていう状態になっちゃったのが、その90年代後半の時に、サイパンはうちは全然縫製工場もあるし観光もあるから潤ってるから全然 OK、 そんなのなくても全然 OK って言っちゃったから、結局全部サイパンっていうのがなくなっちゃったんですよ。だからね、今結構厳しい状態。その後にどんどん続く知事たちが横領疑惑とか、本当にそういうことが汚職があったりとかで、自分の観光業の、ね、例えば飛行機ここに止めさせてあげるからいくらちょうだいって、僕はこう、ね、国からこんだけ出すよとかっていうなんか変な賄賂をやっちゃったもんだから、まあそれはもう疑惑なんですけど、あくまでも。でどんどんそういう、確かね毎月4000ドルぐらいの援助っていうの、こういうの飛行機会社に4000ドルぐらいはサイパンが持つんで、どんどん飛行機飛ばしてくださいって言って、で飛行機飛ばしてもらって、飛ばしてくれて、韓国とかがみんな飛ばしてくれてたのに、もう飛んできすぎるともうそれ打ち切りますみたいに、その援助金を、助成金っていうのなんていうの、そういうの、そのお金を切っちゃったから、結局飛んでこなくなっちゃいますよね。だったら割が合わないわってことになるから、本当援助してくれるから飛ばしてたのに、援助がなくなったんならわざわざサイパン飛ばなくていいわっていうことで飛ばなくなっちゃったりして、結局なくなっちゃったんですよ。で韓国からの便も少なくなっちゃって、中国からの観光客についてはもうこれは微妙ですよね。今中国アメリカ本土とやっぱり中国の微妙な絡みで、今の知事もグループ団体の旅行は来なくていいよぐらいの感じに言ってたこともあったんですけど、実際はどうなんだろうね。アメリカの本土の方の意向なのか、最終的に決めたのは知事らしいんですけど、サイパン側らしいんですけど、中国の観光客の人が結局はこんだけ入ってこなくなっちゃったから、もう全くと言っていいほど出てきてないわけだから、ちょっとこれは悲しいですよね。悲しいっていうか、やばいって感じかな。やばいとしか言いようがないんですけど、で今日じゃないや。ほんでこの日は病院行って帰ったんだよな。で今の政府の人にももちろん悪い人はいると思うんだけどもちろん悪い人はいると思うんだけどっておかしいな。もちろんいい人はいるんだと思うんだけどっていう方が正解だよね、日本語としては。おかしな言い方をしてしまった。ちょっと待ってくださいね。ちょっと一回止めます。咳がしたい。
あ、すいません。これは映像は自分で振っておいて、どこの映像だこれ。どこ？キャピタルヒルだ。キャピタルヒルのタポチョ山に上がるところの映像を撮ってみたんですよね。ちょっとそっちの方に政府関係のオフィスがこの辺はいっぱいあるんですけど、ノバルさん、カジノできんの？カジノあったんですよ。カジノはあって、あったものがなくなっちゃった。それがまたできようと復活しようとしていたんですけど、そのね、債権の問題でまたダメなのかなっていう状態が今日ですね。今日起こった話なんですね。これタポチョ山のところ上がるとこなんだけど、前見た時っていうか、タポチョ山ってキャピタルヒルのあそこをシュッて曲がって、大通りからシュッて曲がって、深夜さん、どこのビーチも貸し切りで遊べますね。遊べるよ、ほんと。貸し切り。ここね、ここがタポチョ山入り口だっけ？深夜さん、わかる？これ。看板がなくなっちゃってて、でもタポチョロードってここ書いてあったんで、これだなと思って一応撮ってみたんだけど、前タポチョ山って矢印が書いてあったんですよ。こんなにメインのロードからロードです、ロードでいいの？メインの道路からこんなに入ってこないとここに行かなかったっけなんて。キャピタルヒル上がってきて、ちょいって右入ったら、ちょいってすぐ右入ってタポチョ山上がっていくイメージだったんだけど、結構距離あったなと思って、ちょっと一応撮ってみました。目印はタポチョロードって書いてある看板のとこを上がっていくとタポチョ山に上がれるので、こうみんな上がってくださいっていう感じでちょっと撮ってきました。ほんとね、深夜さんまずいですよね、こんな状態。またグランビリオの方にしようかな。もう一回タポチョ山の入り口見てからにしようかな。本当に貸し切り、本当に貸し切りで、本当に貸し切り状態で、この辺も誰もいないじゃないですか。ここビーチロードのとこ出たところ、本当に誰もいなくて、もうどうしましょうってぐらい誰もいないから、ちょっとびっくりしたんですけどね。こんなにいないっていうか、まさかね、3時ぐらいだったから、3時ぐらいだったんだよな。だからまだちょうどマリンスポーツとかは盛んな時間だと思うからと思ってたんだけど、じゃなきゃこう海から上がってくる人が結構いる時間帯かなと思ったんだけど、なかった。誰もいなかった。見渡す限り誰もいなくて、もうこんなにいいと思った。だからもう今のね時期来たらね、社員旅行できたらその会社の貸し切りビーチ、もう独り占め、誰もいないから独り占めですよ、本当に。こんだけ自然があるって、自然が独り占めできるって
ないですよ、他では。こんな日本から3時間ぐらいで着くようなところでないと思う。ゴルフ場もね見てみたいんだけど、ゴルフ場見に行ってないんだよね、ずっとね。ここでねお魚釣りをしてたんですよ、おじさんが。フィッシングベースのとこでそのお魚釣りのインタビューも撮ってお話も聞いたのに、その映像が多分録画じゃないボタン、停止ボタンを逆に押してて、自分の足しか撮れてなくって、もうちょっとがっくりしちゃったんですけど、小さいアジ10センチぐらいのアジみたいのを山ほど釣ってましたね。泳ぎには行かないのですが、僕はパウパウに行ってました。パウパウね、この間パウパウ寄ろうかなと思ったんですけど、マリアナまで走った時、ちょうど廃墟を撮った時ね、パウパウビーチがパッと見えたから寄ろうかなと思ったけど、寄らなかったね。今度サップをやらせてもらおうかなとは思ってるけど、リハビリのために乗ってね、パーッと流されてっちゃったんじゃあれになんないしね。迷惑をとにかくかけないように乗るんなら乗らなきゃなんないし、誰も見てないんじゃないのと思うよね。プールの監視員の人は1人いるんだけど、1人で十分だよね。プールの監視員の人はいたけど、本当にね、これは今までにない光景、今までにないね、本当に。誰かしらこう観光客歩いたりしてたんだけどね、誰もいないんだもんね。違う海に行ってるのかもしれないしね、オブジャンとかあっちの方に行ってるのかもしれないし、分かんないけども、遠いからね、なかなか行けないですね。ガソリンもかかるし、ちょっと遠い。せいぜい行けてこの先ぐらいまでしか行かないから、マリアナまで行ったらもう一旅行だったからね。そういえば深夜さん、あれ見ましたよ、スマイリー。見た。全部映像が手近で済まされてるのがちょっと笑えた。ガラパン内でみんな済まされてるって感じで、あれ多分砂浜はクラウンプラザなのかな、砂浜。なんか太陽とかの位置から見ると違うかな。船が止まってんのも映ってないし、ちょうどフィエスタあたりの海なんじゃないのとか思ったんだけど、違うかな。で、あとボーリング場のとこだったし、あとみんなあの辺で撮って済ませてたね。見ました。歌は聞かなかったけどね、これはね、ほんとサイパン的に
かよろしくないんじゃないかなっていう状況でしたね。でもアメリカの失業保険件数は減ってるってさっきやってた気がするな。さっきやってた気がするな。どっかの YouTube で。減ってるって言ってもビーチボーイもいないよ。いない。ビーチボーイも全く見なかった。全く見てないですね、ビーチボーイもね。こんなに人がいなくて本当に大丈夫なのって感じ。ちょっとこれはね、困ってしまう現状ですよね。これの打開策のカジノがで今日こういう状態だったから、ちょっとどうすんのって感じですよね。やっぱり軍事化にアメリカにイエスと言わないといけないのかしらとも思うし、パンデミックの時にどんな感じになっちゃってたのかを私本当に知らないんですよね。パンデミック前に自分自身が死んじゃって家から出なくなっちゃったから、パンデミックの1年半か2年ぐらい前かな。だからね、ちょうどねパンデミックの時代からここ1年半ぐらいやっと1年半くらいかな、やっとこうお外に出てはそんなにないけど、お買い物しか出ないけど、食材買いにしか出ないんだけど、人と話すようにやっと慣れたので、まだね言葉をどう発していいのかね、いろいろ分かんなくなっちゃっててもごついちゃってて、ほんとごめんなさいね。このうちちゃんと喋れるようになると信じているんだけど、まず前からね、あんまりちゃんと喋れる方ではなかったけど、今一生懸命リハビリ中ですね。でもちょっとショックです。こんなサイパンを長らくいて見るの初めてだったから、ビーチボーイもそうよ、本当にいないなんて。どこ行ったってビーチボーイがいてうろうろしてて、お金が10ドルとか20ドルとかやってたのに全くいないからね。どのホテル行ってもいないんだからね、これはどうなのっていう感じだよね。政府の人たちは、ガバメントので働いてる人たちは危機感ないんだろうね。本当のトップの人ほどないかな、わかんない。政府で働いてる人は多分ね、みんな危機感ないと思うね。こうや何かをしたらもっといいんじゃないかとか、そういうこと考えてないんじゃないかと思うよね。新しく投資家を作らなきゃいけないとか、そういうこと考えてないだろうな、この人たちって思うよね。相変わらずな態度でこう接客、昔の日本と一緒だよね。私は役所の人間でござるみたいな感じで、ござるっていうのもおかしな変な表現だけど、今日本の人たちって結構丁寧にこう接するけど、昔のお役所仕事って言ったらもうひどかったから、
そういう状態がまだ続いてるよね、サイパンって。私はそう感じる。でも今日出会った人で今日ケアしてくれたような人がいたんだけど、とてもいい人だった。なんかね、最近はガバナオフィスのメインオフィスのここの女性が一人すごい人がいて、その人はすごくいい人なんだけど、周りがねって感じになっちゃうから、何人しかりじゃない？日本人でもそうなんだけど、この人がこの人種が悪いとかじゃないんだけど、やり方がねまだ変わってないっていうのは実際にここではまだあることで、公務員やってれば職がなくならないって一時期昔日本で言われてたでしょ。公務員なら絶対給料が入るし安全だみたいに、まだそういうふうに思ってるんだと思うんだよね。思ってる人が多い。でもこのビーチとかホテルとかの現状を見ると、こんなこと言ってらんないよねって私は思うんだけど、みんなどう思います？このビーチとかを見て。ちょっと待ってくださいね。どう思うか書いといてください。書ける人。向こうがない。ちょっとジメジメします。何も書いてくんないな、もう。本当にどう思うかね、みんなね。公務員と言ってもみんな安心じゃないよっていうことをサイパンの人ももうちょっと考えて、もう少し打開策っていうのをなんて言うんだろう。じゃなきゃもう知事とかそういう偉い人は方向性が決まっちゃってて、だから平気なのかなとか思っちゃうし、どうなのよって思うよね。韓国にこの間もスポーツ大使とか立てて観光のあれをやってますよって言うけど、そうじゃないよって。もう今の時代スポーツ大使なんてやったって何の意味もないよね。一瞬で終わっちゃうんだから、ニュースにもなんないかもしれないし、やっぱね、ドラマの誘致とかもうどんどん来てくださいぐらいやんないと、政府の方でホテルでも何でもなんかタイアップしますよぐらいのことやんないとね、ほんとやばいって感じなんだけど、やばいって思わないのかな。こんな状態でもなんかもうこれでもなんか、私的にはね、自分の仕事を復活させたいとかって思ってるんだけど、思ってたんだけど、こういうちょっとビーチとか見に行っちゃうと愕然としちゃうから、いやって、これでこういう状態でお店開いてまたね、$1000でも$2000でも、$800でも$500でもそうだよね、家賃がかかっていって、こんなに人がいないところでどうするよってやっぱ考えちゃうから、
バングラディッシュ人とかサイパンにはもういないですか？いや、いると思うよ。病院で見たもん。この間ほら、おでこに十字架みたいのつける日あったでしょ。あの日に私十字架つけてるのはみんなネパールの人とかバングラディッシュとかそっちの人なのかと思ったの。それでこうあんなにおでこつけてる人いっぱいいると思って、バングラディッシュ人とか増えたのかなと思ったんだけど、ただのあの時はお祭りっていうかそういう日だっただけで、あの人たちがバングラディッシュ人だったわけでもなくネパール人だったわけでもなかったんだけど、だからでも何人かバングラディッシュの人いるんだなって思ったから、バングラディッシュの人だったからの感じだったから、バングラディッシュ人ですかとは聞かなかったけど、いやこのほんとビーチ見て、このビーチが独り占めだよ、独り占め。ありえないよね。こんだけ長くいてこんな光景はね初めて。船も全然出てない、ビーチにも人がいない。絶対だってビーチに船が出てたりボート出てたり、なんつうんだろう、パラセーリング飛んでたりっていう光景が、ビーチに人がいなくてもそういう光景が必ずっていうほどあった記憶しかないのね。今は両方に人がいないから、こんな状態のサイパンはほんとね初めてなんで、またお正月の花火もそうだったんだけど、ガラパンにほんとホテルしか花火が上がってなかったのね。あんな光景見たの初めて。ありえない。だから今は社員旅行で来たらみんな独り占め、本当にビーチプライベートビーチ状態で、本当のプライベートビーチ状態で遊べる。多分だけど、PIC とかワールドリゾートホテルの乗り物とかも順番待ちなしじゃないの。多分ね、わからないけど1月とかはめちゃくちゃワールドリゾートホテルは1月は忙しかったって言ってたけど、今月は全然とかって病院で会った方が言ってたから、今はもう乗り放題、なんか乗り放題っていうのはああいうのなんていうの、やり放題、遊び放題できるんじゃない？いやまさか波乗りPIC の波乗りの機械とか動いてないとかないよね。わかんないけど動いてるとは思うけど、 PIC まで遠くてな。ワールドリゾートのところはギリギリあの辺は書類関係とかで行かなきゃならないことがあるんだけど、その先は何も行くことがないからな。用事がないし遠いし、本当に一旅行になっちゃうしな。行ってはみたいけど、あんなとこまでやっぱ遠いな。マリアナより遠いと思うんだよな。同じぐらいかな。
いやマリアナより遠いな、 PIC の方が。ちょっと遠くてな、そこまでは見に行けないな。何かが売れたら、ガソリンを買ったら行けるかもしれない。本当にびっくりでしょこれで。今日とか昨日とかこの3日間ぐらいは黄色や青とか赤のムスタング全然見なかったもんね。深夜さん、旅行に行って夜はどう過ごせばいいかな。サイパンでしょ。夜はどう過ごせばいいのよね、サイパンね。本当よね。で男同士女同士は意外とどうとでもなるじゃない。女の子同士だったらその辺のバーに、ちょっとしたバーに行ってカクテル飲むとか、そういうバーはあるけど、問題は男の子よね。やっぱアジア圏の人って、韓国も中国も日本の人も立ち飲み浅草みたいのはあるけど、ああじゃなくて、ちょっとこうアメリカンっぽく立って瓶ビールをこう飲んで1本だけをずっと飲んでるっていう、そういうスタイルって日本人とかアジア圏の人ってなかなかじゃないけど、そういうの落ち着かないと思うんだよね。やっぱりちゃんとソファーに腰掛けてみたいな、どっちかっていうとそういう感じの飲み方のがアジア圏の人は好きだからね。1日ぐらいで、例えば1日の中で1時間ぐらいその1本のビールを飲みに行くぐらいのバーで、カウンターバーとかで普通に壁見ながら飲むのもいいけど、なんだっけ、クラウンプラザホテル、昔のなんだっけ、昔ちょっと前はなんていうホテルだったか忘れちゃった。あそこにカウンターバーで海のとこにあったバーがあったんだけど、海を見ながらとか飲めるんならなんかいいけどね。それでもね、男同士で行って、しかも若い男の子はまだいいけど、おっさんとかはこんなとこで飲んでても仕方ないだろって感じだよね。何してんのって自分たちで我に返った時ふと思うだろうね、そんなとこで飲んでたってね。やっぱちょっと綺麗な女の子とかがいるようなバーで飲みたいと思うんだよね。一切ないからね。今中国人の女の子とかもほぼほぼいなくなってきたし、思考が随分変わっちゃったからね。昔だったら中国人の女の子とかそういう系の女性たちでも脇の下をちゃんと処理してない無駄毛の処理をみんなしてなかったんだよね。それが普通で、若い女の子が普通にそういう風にいたんだけど、今じゃもう全くそういう子はいなくて、めちゃくちゃなおかつめちゃくちゃ綺麗な子が多いんだよね。中国人のツーリストで来てるの見るとめちゃくちゃ綺麗な人多いから、全く変わったなっていう感じがする。で今サイパンに残ってる中国人の子たちでお店やって自分でビジネスをやってる子たち、また頭がいいんだよね。でね、結構
3カ国語ぐらい喋る子が多くて、トリリンガルっていう子が多くてちょっとびっくりする。もう世代が違うっていう感じがする。グランビリオン、こう下の売店もやってなかったな。夜はやるのかな。お客さん来た時だけやるのかな。何もないな。何もないんですよ。本当ね。いや本当だってマーメイドが一つ欲しいよね。マーメイドか。今マーメイドとか1軒あったらめちゃくちゃ毎日混んじゃうかもしれないね。本当にあれでもいいよね。女性のお客さんだっていっぱい韓国や日本から来るから、韓国のかっこいい子のバーとか、韓国のイケメンバーとかありだと思うんだけどな。で日本の女の子がそういうのに行ってみたいよねってことになってくると、そこに女の子がいっぱいいるよって言って男の子もこうそういう場所に行ってみようよって。もう昔すぎるけど新島とかそういうとこが多かったからね。そういうのの連鎖だから、今沖縄がそういう感じなのかな、ね、国内で一番近くて便利でっていう感じなのかもしれないよね。もうちょっとね。何をすればいいと思う？みんな何が欲しい？何が欲しいですかね。サイパンに必要なもの何もない。ナイトクラブだね。モバルさん男性なの？分かんないからね。深夜さんって書いてあって女性だったりしたらどうしようと思うし。マイクロネシア派でした。マイクロネシア派だったんだ。じゃあダンス系があって一番前に座る感じ。マーメイド派だとコソコソっていう感じだもんね。マーメイドだったらね。マイクロネシアか。マイクロネシア人気あったからね。まあ、両方でいいと思うんだけど、マイクロネシアとかねいいけど、ダンサーいやー高そう時給。またフィリピンとか行って探しに行かなきゃなんないよなっていう、ああいう子たちを、原石を、そして最低賃金で働いてくれる人たちを。今ね7ドル50かな、最低賃金が。昔のサイパンの倍以上になっちゃってるわけだから7ドル50だと思うのね、最低賃金が。そうで今意味わかんないでしょこの状態でね。まあ日本も意味わかんないんだけど、まだ日本の方がわかるけど、こんな何もない状態で最低賃金を10ドルに上げようって言ってんのね。経営者のこと何も考えてないよね。経営者側からしたら10ドルになんかされちゃったら
申し訳ない。最低賃金が10ドルにされちゃったら、普通に普通に今15、6ドルとか15、6ドルとかもらってる人をまた上げなきゃなんないわけでしょ。で、最低賃金で働いてる人ももう10ドル。グアムが今10ドルぐらいなんだけど、本当とんでもないよね。グアムとレベルが全く違うのに、グアムまで引き上げちゃったら、もうみんな撤退だよね。雇える人いなくなっちゃうし、お店とかもやっていけなくなっちゃうし、結局メニューとかこの間も話したけど、ダイビングとかの金額は上がってないんだよね。昔からほぼ値段が上がってないのに、給料だけ上げられちゃって、でこんな閑散としてて治安は悪い、盗まれたものは返ってこないっていう状態で、誰が10ドルなんて言ってんのかなって、寝言は寝てから言ってくれって思うんだけど、ありえない話をしてるんだよね。もしそれがどこが話してんのか、商工会議所が話してるとしたら、よっぽど儲かってる会社なんだろうなと思うけど、サイパンで今儲かってるって言ったら建設業とかなんだけど、建設業が儲かるっていうのはやっぱりこれから投資するっていう人がいるからでしょ。それはやっぱり観光客を見込んでのことなわけなんだけど、これ見込めないって思っちゃったら、みんなが思っちゃったら、また廃墟が増えるよね。あとはみんなナイトクラブ系なんですけど、マイクロネシアね、ダンスがあって綺麗だったけどね。あとなんか欲しいものあります？欲しい、こんなのがあったらいいなっていうものってない？マイクロネシアかね。ああいうとこはないとダメなんだよね。でもね、ないとね、やっぱ観光地としては成り立っていかないんだよね。ちょっと待ってね、咳したい。マイクを止める。OBS どこ行っちゃったの？ OBS が出てこない。ちょっと待ってください。マイクを止めたつもりで音楽止めてた。バカだ、ごめんなさい。フィリピン城は747が好きでした。747の映像も撮ってきましたね。外側ね。ちょっと今日編集間に合わなかったんだけど、撮ってあの辺の道もちょっと撮ってきましたね。あとなんだっけ、深夜さんに言われた
なんとさくらんぼの女の子、そう、そこの今の状態、PV の今の状態の動画も撮ってきたんで、どうかなと思って今編集してんだけど、ちょっと編集今日は間に合わなかったんで、僕はねこのグランビリオでお届けしてるけど、あれおしゃれバーはいらんのよ。おしゃれバーはいらんのよ。おしゃれなバーはいらないってことかな。おしゃれなバーはいらない。おしゃれなバーはあってもいいんじゃないの。おしゃれなバー、とにかくお姉ちゃんがいないと嫌だってことでしょ。早く言っちゃえばきっと。フィリピン女は747好きだったんだ。知らなかった。そうなのね。これマイク入ってるよね。今度はね音楽も入ってるよね。もう音楽止めてたんだな私。パパ。だからね、なんかね、サイパンに何が欲しいかね。やっぱりおしゃれなバーはいらなくて、マイクロネシアみたいのが欲しくて、なんだっけ、ナイトクラブが欲しいわけだよね。みんなナイトクラブじゃん結局のところ。多分ね、中国の昔からいる人がそんなことをやってるとか、フィリピン人の昔からいる人がそんなことやってるっていうようなバーはあると思うんだけど、ちっちゃいバーとかはあるかもしれない。でも夜行ってないからわからんだよね。お土産物って言ったら今 ABC と I love サイパンで、あとは済むかもしれないし、デューティーフリーの5大ブランドはもう得意ないわけだから、デューティーフリーのね化粧品ぐらいあってもいいのにね。マニャハともう観光客はいませんか。いないみたいですね。この間土日の時にフラフラっとした時はマニャガハ島行ってきましたっていう中国人の人がいたけど、韓国人の人がいたけど、普段平日はいないんじゃないの。とにかくパラセーリングとかが飛んでないもん。パラセーリング飛んであそこの島に行ってっていうのが普通だったりしたわけで、バナナボートがいてあの島に行ってとかっていうのが普通だったんだけど、本当にいないのよ。残念なことなのですが。どうも。なんだっけ、スマイリー航空だっけ。今日はあっちの港撮ったよな、この間。どこ行っちゃったんだろう、その動画。出してないよね、まだね。ちょっと探して撮ったのにな、この間。スマイリーコープからだいたい、スマイリーコープだよね、そこの名前。スマイリーコープからだいたい出てマニャンハ島に行ったりするわけで、ホテルの前からもみんなバンバン出てたんだけども、全然出てない。全然いない。今から10ドルでマニャガハ島行きませんかっていうビーチボーイもいない。本当に
今なら貸し切りになるから、ぜひぜひね、もうサイパン来て貸し切りの海、ダイビングもあれなんじゃないかな、グロットとか潜っても人がいないんじゃないかな。綺麗な海が見られると思うんだけど、一時期はもう中国人とかなんかいっぱいグロットにこう使ってる状態で綺麗なグロットが見れないとかって言ってた時期もあったけど、もう今は誰もいないから綺麗な青い洞窟を見れると思うんだけど、なおかつ三角の洞窟を人影もなしに撮れるかもしれない。余裕で撮れると思うんだけど、どう今3つの穴を、グロットの3つの穴をこう人影なしに撮れるっていう時代ですよ。よくない？ダイビングやる人にはまさしくこうシャッターチャンスでしょ。今までは人がいっぱいでこう必ず3つの穴が同時に引いても取れない状態だったけど、今取れると思う。ワイド使えば。それも人がいなくてすごいかっこいい写真じゃない、そんなの。なかなかない写真が撮れると思うんで、必ずね一人で行くようなことはしないでほしいけどね。僕一人で行っちゃうと波荒れたらね、上がってこれなくなるからね。自殺行為です、僕は。一人で行っちゃうと。中国人の人が前に昔だけどカップルでポンって一人入っちゃって、もう上がれないっていう、もうね何度か見たりしてたことがあったんで、あそこね一人で普通に上がってこれるようなところじゃないから、誰かの手助けとタイミングが必要なところだから、必ずインストラクターと言ってほしいんだけどね。ちょっと怖いから、普通に一人で行かないようにしてほしいです。いやーね、本当にちょっと愕然としちゃう。こんなに人がいないんじゃ、どんどん建設業が良くても、建設出ても見込みがないってなれば今度撤退していくだろうし、うちの近所にもホテルを建ててたんだけど、もう今はやめちゃって草に覆われちゃって、全くその影も見えなくなっちゃってるから、韓国の人がホテルを建てようとしてたんだよね。もう結構建ってたんだけどね、撤退ですね、あそこもね。もう普通に森に見えるから、あそこ建設業もダメになっていったら、そうなった時にやばいと思うのかな、政府の人たちは。政府関係者、逆にそうならないとやばいと思わないのかなって。あとね、心配ですよね。不安ですよね。飛行機飛ばないことにはね、この間視察団の人たちも言ってたけど、自然があって、夜遊ぶとこはないけど、女性の子たちは夜遊ぶところとか気にしてなかったから、カフェが欲しいとは言ってたけど、
でもやっぱり一番重要なのは飛行機って言ってたから、3日に一度じゃなくて1週間に3本っていうのが辛いのかな。1週間に3本辛いよね。昔はだってサイパン経由でグアム行きっていうのが飛んでたのにさ、全くそんなのが何言っちゃってんのって言われちゃうね。そんなこと言ったらね、今ね。飛行機重要だよね。韓国からも1週間に何回とかなのかな。毎日は飛んでないんじゃないかな。だいその40ドル、4000ドルの負担金政府がやめたっていうのも一番の原因だと思うんだけど、韓国の便数が減っちゃったのはそういうことでキャンペーンみたいに打っていかないと、飛行機が増えなきゃ人も増えないし、ね、こんなに近い島なのにね。日本からグアムより近いんだけどね、本当は。なのにね、こんな閑散としちゃってて何もない。開発が遅れちゃってるからね。とにかく昔の知事たちの汚職、観光業のとこからの汚職、この辺のことが大きいんでしょうね。賄賂みたいな、賄賂疑惑みたいなのいっぱいあったから、ああいうんで結局大きいとこも撤退しちゃうから、これはリゾートラブもなしですね。リゾートラブねえ、だって出会えないもんね、これじゃリゾートラブの話じゃないよね。もう出会いがないんだね。出会いがあって初めてリゾートラブも生まれるわけだからさ。出会いがないよ。どこで出会うの？これは出会いがないことが一番問題だよね。そういうワクワク感もなければその地も選ばないようになっちゃうよね。日本のゴルフのお客さんたちも結局フィリピンとか遠いんだけどね、フィリピンとかね、日本からね。昔私がやっぱ行ってた時も遠いから嫌だったけどね。フィリピンとか行くのめんどくさいな、遠いなって思ってたし、バリなんかもっと遠いし、タイも遠いし、やっぱサイパン、グアムは近くて便利ってなると、でグアムの方が発展してるからグアムを選んじゃうよね。そうだよね。サイパンゴルフ場いっぱいあるのにね。やっぱセットでしょ。セットは必要でしょ。ゴルフ場あって飲むとこあって、お食事どころはあるからね。その後ってやっぱそういうところもなければ、全部がセットっていう感じだからね。慰安旅行の影もないし、この間深夜さんが言ってた卒業旅行の影もない。来てるのかもしれないけど全く見えない。わかんない。
でもこの通りだから、本当に3時頃でこの状態っていうのは本当にやばい。3時ぐらいって言ったらね、もっとねビーチに人がいていいと思うんだけどね、こんなにいないのはねちょっと本当にやばいですよ。なんかね、政府がもうちょっとやってくれればなと思うんですけど、どうなんでしょうね。何時？あ、もう12時半だ。でまたこれでちょっと今日はね動画がもうこれで終わりだから、また編集した動画を明日アップしますね。ちょっとね星空ライブとかもやりたかったんだけど、星空がすごく綺麗だから、で一昨日かな、一昨日か先一昨日ぐらいすごい月が綺麗だったのね。めちゃくちゃ綺麗なお月様が出てたから、お月夜のライブとかやりたかったんだけど、今日は雨降ってるし、でね、外のカメラがあるんだけど、外のカメラとカメラをこれにパソコンに配信する方法がわからなくて、外のカメラをここにちょこっと四隅にこう流しておけたらまたそれもいいんじゃないかなと思ったんだけど、そういうのやりたいなと思ったんだけど、よく配信者の人が自分の顔を右端とかに出してて、大きな他に為替の情報とかなんかこういうの出しながら自分の映像をこう四角くちっちゃく出してる人がいたりして、マリワナ目当ての観光客もいないですか？観光客は違法ですか？あ、マリファナ観光客が違法っていうんじゃなくて、サイパン島で吸うのは違法ではないんだよね。だけど日本人はどこの国に行っても違法になるわけよ。だから韓国の人がここに来て、韓国は法律が分かんないなね、いまだにこの間のだってびっくりだったでしょ、大統領令でいきなり戦時下に入っちゃうんだから、あんな一日で一夜にして戦時下に入るってありえないでしょあんなこと、ユン大統領ね、今また支持され始めてるけど、ちょっとびっくりだよね。あんな一夜にして戦時下に入って、あんなことやられちゃったら韓国とビジネス怖くてできないよって思う人もいっぱい出たんじゃないかなと思うんだけど、韓国の人はちょっとマリファナに関してちょっと分かんないけど、中国の人も分かんないけど、日本人に関して言えばサイパンは合法だけど日本は合法じゃないから、日本人はどこに行ってもマリファナをやってはいけないって法律らしいんですよ。マリファナを吸ってはいけない。だから例えば吸って帰った日に、空港とかでちょいちょいって止められて尿検査をやられちゃったら、ドラッグテストをやられたらアウツって出たらアウツなんじゃないっていうことらしいよ。まずないけど、私の知り合いでマリファナを吸ってなんかそういう系統のお店に行ったら、
そういうゲートのお店でマリファナを吸わされたかなんだかで、なんて言ったかな、なんか事件があって2階の窓から飛び降りて骨折したっていう人がいましたけどね。もうそれは狂っちゃったのかなんだかわかんないけど、違法では、サイパンでは違法ではないけど、サイパンっていう国では違法じゃなくなったんだよね。合法に、サイパンは合法になったんだけど、マリファナは。だけど日本人は日本でどこに行ってもじゃダメ、合法じゃないですよっていうことになってるから、どこの国に行っても、例えばオランダとか行ってもじゃいけないっていうのが日本の本当の法律なんじゃないかなって思ったことがあったから、多分そうなんだ。だからバレなきゃいいんじゃないのっていうのも言えないし、どうなんだろうね。どうなんだろうねっていうか、法律では違法だ、日本の法律では違法だと思う。サイパンでは合法、違反ではなくなった。だから怖いよ。だからそれがマリファナとかポリスは吸っちゃいけないとか、そういう法律はないわけだからさ、怖いよね。行っちゃったまま来ちゃってる人、仕事来てる人がいるわけで、そういう人がいるからちょっと変なポリスがいたり、ちゃんとした人はちゃんとしてるんだけど、ほんと変なポリスいるからね。この間だって泥棒を捕まえに来たはずなのに、うちのドア蹴り飛ばしていったからね。頭おかしいよ。なんでそういうことすんのって感じ。も意味わからない警察官多いから、葉っぱでもやってんじゃないかなと思うよね。マリファナとかやってんじゃないかなと思うよ。昔のポリスは私、誰に陥れられそうになったのかは分かってないけど、政府なのか地上げ屋なのか分かんないけど、その時もマリファナをお店に置かれて、マリファナじゃない、白い粉をお店に置かれて、その時ちょうどポリスを呼んだ時だったから、ポリスを呼んだんだけど、レポートを書かないで、そのポリスはポッケに入れて帰ったからね。それをあーとか言って、ありえないなって思うよね、そういう行動が。今もポリスをやってるかはわからないけど、その人がね、普通の常識じゃ考えられないことが起きてるんですよ、実際に。本当このね、観光客のいなさは治安の悪さももう絶対あると思う。治安悪いんだ本当に、だから来たらね、一緒に誰かと一緒に行動するとかは絶対のことだと思うし、昼間こういう時間はまだこういうホテル内とか、ホテルのこういうとことか全然いいんだけど、誰かしらいるから、監視員の人とかプールの人とかいるからね、こういうとこは全然安心だけど、やっぱり街中は分かんないですね。ほんとね、ちょっとこれこんなに人がいないのを見たの初めて
サイパンで絶対にちょろちょろっているはずなのに、こんなにいないっていうのはね、ありえないかな、ありえないかなってありえてんだけどさ。前はみんななんだって、これなんて書いてあるの？読めない。何？ちょっと深夜さんひらがなで書いて何それ？貧乏樹か。もう固まりすぎてるよ。貧乏樹噛んでましたよね。そういや今だって今日政府のオフィス行ったんだけど、びっくりしちゃった。もうスタッフの人普通に貧乏樹、おばちゃんだよ、おばちゃん。貧乏樹噛んで私とかの前に来るんだよ、ガビガビ噛みながら。まだやるそういうことと思ったよね。他のオフィスでは私最近見たことなかったの。貧乏樹噛み噛みしながら、あと道路にペッて吐いたりする人も、道路にペッて吐くことが多分禁止になったんだと思うんだよね。ガラパンとかめちゃくちゃ今綺麗だから道路、多分ねあれ禁止になったんだよね。ペッペって吐くと赤くなっちゃうでしょ、道路が。禁止になったからめちゃくちゃ今綺麗なのよ、ガラパンの道路自体が。でいろんなお店とかお店の前とかにも前はくちゃくちゃやりながらペッペやってた人がいたんだけど、今そんなほぼ見なくなった。ほぼ見なくなったんだけど、今日びっくりした。私そうありがとう、貧乏ね、貧乏樹読めちゃったからごめん貧乏樹噛んでる人がいたのよ。政府で働いてる人で、人の前で言ってみればお客の前でっていうことだよね。くちゃくちゃくちゃくいきなり噛み始めてぐちゃ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 やってるからさ、やっぱりこの人言っちゃってるなと思ったの。その人の対応がいつもおかしかったのね。いつもなんかピンといきなり切れたり、なんかすごいなんかね目がいっちゃってるっていう状態で、そんなにオラオラ系とかっていうわけじゃないんだよね。その人普通にしたおばちゃんなんだけど、ちょっと目がいってるなと思ってて、喋り方がねちょっときついなと思ってたの。なんか心ここにあらずっていう感じで喋るし、人を助けようっていう態度ではないなって思ってたんだけど、今日その人いきなり貧乏樹噛んでて、私あれ見た時にうわまだやるこの時代にと思ったもんね。あれ多分ね日本人の人っていうか普通に最近来たばっかりの人が、日本や中国韓国から来た人がなんかがあれを見たらびっくりすると思うよ。何してんのって。今ほんと最近見なくなったからね、人の目の前で貧乏樹噛んでペットがやってるのを。赤い唾が汚いんだよね、あれがね。ああいうのやってる。昔はポリスもやってたけど最近見ないんだよ。見ないと思うんだよ。私は見てないね最近ね。貧乏樹を噛んでる人道端でも見ないのに、
政府のオフィスの中でこういうことやってるかと思って、ね、隠れてちょっとやってるって噛んだりしてるんなら意味わかるんだけど、結局あれってこう幻覚症状とかそういうのの一因の一つだから、合法ではあるんだけど、もちろんリーガルだから言われればそうなんだけど、やっぱり人前でやったり噛んだりしてる人を見なくなったっていうのはそういう時代の流れだと思うんだけどね。いやちょっとびっくりしたよ今日。今深夜さんに言われてビールロージュ思い出したけど、今日よ本当に今日ちょっとねあれね目がいっちゃったりしてんだよね。こうああいうの噛んでる人ガブガブって噛み出したから、と思って、今の時代にこんな人前でね、なんか普通接客業で言ったらお客さんが来てその目の前で噛んじゃってるっていう状態だから、普通のお店ではないことだから、多分いろんなところで人前でっていうかお客さんの前では禁止になってるんだと思うんだよね。最近見ないってことは。昔はそれこそプールの監視員とかの人たちもぐちゃぐちゃやりながらペッペしながらプールサイドでペッペしながらやってたのに、今一切ないし、本当にガラパンの通りが綺麗だもん。赤いペッペがなくなったもん。ちょっとね今日センセーショナルでしたね、あれを見て。いまだにこういうことやってる人いるんだと思って、人の前でやっちゃうんだなと思って、それをよしとしてる政府もいまいちわからないけどね、お客さんがいる時にはやめましょうとか、そういう決まりぐらいは欲しいよね、あれね。ちょっとねああいうのを新しい投資家の人が見たりしたら気持ち悪いとかうわって思うと思うんだよね、引くと思うんだよね。仕事休憩時間にそういうものは噛みましょうとか、裏で見えないとこで噛みましょうとかいう規則は必要だと思うんだけどね。最近では見なかったからちょっとびっくりでした。いやビデオ撮りたかったぐらいだわ、本当に。あるんだなって。本当最近ね本当に見ないですよ、そういう人。街の中でもなんだっけな、マリファナを売ってる人たちがガラパンの中にもいたんですよ、前は。ベンチに座ってなんかねマリファナのことをねなんか違う言葉で言ってたんだよな。なんて言ってたっけな、マリファナのことをねなんか違う言葉で言ってたんですよ。マリファナあるよっていうようなことを。でもその言葉が忘れちゃったな。何だったっけな。でもそういう人も見なくなった。今日あっちデューティーフリーの横のとこも通ったんだけど、横のとこにあれ警察分かってるはずなのになんで捕まえなかったのかが不思議なんだけど、多分っていうかこそ泥なんですよ。なんか盗んできたものを3、4人でこう開けて見てポイって捨ててたから、
ちょうど私信号待ちで見てたんだけど、前にもうずいぶん前だけど、あんなのだけど何回か通ったら何回もいるのよ、そこに固まってるのよ、その同じような人たちが。多分そういう人たちなんだと思うんだけど、あれ警察も普通に分かると思うんだよね。で、職務質問とかかけないでなぜ放っておくのかが分からない。職質とかかけてればね、あんなとこにいつもいたらやばいと思う、相手も思うだろうから。はい、何ですかにゃにゃ、相手もやばいと思うから、あんなとこに固まんないで帰ると思うんだけど、散らばると思うんだけど、何を待ってんのって感じだよね。なんかね、お財布みたいのを開けて、こうお財布お札みたいのを取り出してポイって捨ててたんだよね、その財布みたいのを。ちょうど信号待ちで、いやああいうのがいるんだなと思ったら、次の時もそこ通ったらまたそいつらがいたんだよね。あんなのだから本当にちゃんとパトロールしてる警察官がいたら、毎日そんなのがいればわかると思うんだよね。そういうのを気にかけないでただ走ってるだけなのか。ほんとね、そういうとこがね、何をやってんだろうなって。だから時間から時間走ってればいいやと思う。時間から時間、仕事の時間を知ってたりすりゃいいやって思ってる人たちが多いんじゃないかなと思うの、ポリス。ちゃんと働いてる人もいると思うけどね。で、こっちのポリスって一人で走ってんだよね。で、ボディーカメラもつけてないと思うんだよね、あれ。普通2人1組が多いと思うのね。アメリカ本土なんかでも2人で一緒に行動してるみたいな、よく見たんだけど、アメリカ行ったりした時もそういうのじゃないんだよね。一人ずつ持ってんだよね。日本でもこうなんか2人1組、日本は2人1組だよね。なんかね、サイパンは一人ずつうろうろしてる。やりたい放題って言えばやりたい放題。適当もできるし、ちゃんともできるし、なんだかなんですよ。今日はドル円どこ行っちゃったんですかね。どこの辺まで行ったかな。あそこ下に抜けたらまた下に抜けそうな形はしてたけど、どうなったんだろう。146円で終わったのかな。もう上を目指すだけなのかな。あそこを下に抜けてたらドンと下まで落ちそうな気もするけど、今チャート見れないんだよな。なんでだ。なんか動かないね。サイパンに、皆さんはサイパンに来ないんですかね。来る予定とか立てたりしないのかな。ナイトマーケットもなくなりました。ナイトマーケットはなんだっけ、パエンジュのフレームツリーフェスティバルがまた始まるみたいですね。4月だったかな。
4月って言ったかな。あれナイトマーケットだよね。夜だよね。昼間もやってんのかな。そうそう、フレームツリーフェスティバルやるって言ってた。ああ、そうそう、そのね、やるって言ってて、あれどこやったかな。こんなね、可愛いのを作ってる人がいたんです。写真入れといたんだけど、どこ行っちゃったかな。そう、これ可愛くないですか。ちょっとこの上に重ねちゃおう。可愛くないですかこれ。どう？可愛い、可愛いでしょ。サメの大きい子とサメのちっちゃい子。これ手作りなの。こういうのをなんかナイトマーケットで売るっていう感じみたいですからね。めちゃくちゃ可愛いと思って、こんなのよく作れるなと思って。この目がまだついてない、大きい子の方は目をこれからつけるんだなんて言ってたんですけど、このサメくん可愛くないですか。手作り。ちょっとなんか器用だなと思って。このサメくん可愛いよ。器用だなと思ってね、見てたんですよ。こういうのをフレームツリーで売るんですって。だから4月ぐらいにあるんだって言ってましたよ。まあそんな感じなんです。また明日、違う動画をちょろっと上げたいと思います。まだね、私の動画に興味はないかもしれないですけど、よかったらまた遊びに来てください。毎週木曜日にやってません。やってた。木曜日だっけ、夜やってたナイトマーケットって。あったないんじゃないそれは。そうなんだっけ、あそこフィッシングベースとか、昔はメモリアルパークのとこでもやってたし、そうパセオでマリアナでもやってたしね。めちゃくちゃ迷惑だった。私、うちの店は。うちの方にスピーカー向いてさ、ウーハーでウーハーの振動でワイングラスが割れたこともあったわ。ほんと超迷惑だった。あれでね、メニエールみたいの起こしたんだ、私。音が大きすぎて。ほんとね、100デシベルとか言っちゃってたんだから。ありえないでしょ。瞬間100デシベルとかね、80デシベルとかを超えてたの、音が。皆さんありがとうございます。おやすみなさい。またよかったらいいねボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。また明日、動画あげますんで、皆さんよかったら来てください。よろしくお願いします。またです。おやすみなさい。終了。